断熱って夏には意味ないんですか？いや、すごく意味ありますよ。熱を入れないっていう意味であれば、断熱は一番有効なので、ただ、セットじゃないと意味はないですよっていう形になりますね。窓の設計ってそんなに重要なんですか？めちゃくちゃ重要です。冬場もすごく大事ですし、もう夏場も重要なので、ヒーター AC のことをちゃんと理解してる設計者なのか、会社なのかっていうのが大事ですよね。いや、今日の話を知らないとちょっと後で後悔しそうですね。ですね。そういった方よく連絡ありますけど、後からどうしようもできないんですよね。高断熱の家って夏も涼しいってイメージあるじゃないですか。そうですね。でも実際にめちゃめちゃ暑かったという話も聞くんですけど、これってどういうことなんですか？原因ははっきりしてますよ。今日はなぜそういうことになるのかというのと話したいと思います。関西の夏って特に暑いですもんね。そうですね。特にもう大阪、京都、神戸、本当に暑いですよ。暑いのがね、ずっと長く続くのがね、関西の夏なんですよね。よその地域みたいに暑いのあるけど、夜になったら涼しいっていうのがないんですよね。夜も暑いっていうのが、もう関西やと思います。高断熱なのに暑いってちょっと矛盾してますよね。そうですよね。でも本当はね、断熱と夏の暑さっていうのはちょっと切り離して考えてもらえればなと思います。はい、大体夏が暑い原因っていうのは大きく、3つかなっていう形です。断熱と日射遮蔽というものの考え方ですよね。日射遮蔽をしてくださいということで。あと、窓の方角と大きさっていうのも出てきます。南面であったり、東西面であったりっていうのはちょっとまた設計の仕方が変わってきますので。で、断熱してるっていうことはね、熱が逃げにくくなってますので、入った熱はそのままこもるんですね。そういう形になってるので、ちょっとこれも考えてください。全部設計っぽい話ですね。そうですね。全部建てる前にもうすでに決まってるような、そういう感じです。断熱が高ければ涼しいんじゃないんですか？これが一番誤解が多いですよね。断熱っていうのは有効ですけど、太陽の光はね、赤外線なので、物体に当たって吸収されて熱に変わって輻射熱っていう感じになるんですよね。で、窓から入ったものが床に当たって輻射熱として熱が伝わるっていう形になります。で、そうするとどういうことかっていうと、壁に当たったものはとか屋根に当たったものですね。これはもう断熱で熱を入れないようにするのが一番大事ですが、あともう一つ日射遮蔽、窓、先ほど言いましたけど、熱の入るところがもう窓になっちゃうので、ここには日差しがあったり、軒があったり、外付けブラインドであったり、すだれであったり、で、場合によっては遮熱のガラスを使うとか、そういったことを考えながら、設計段階でね、総合的に判断するっていうのが一番いいです。断熱って夏には意味ないんですか？いや、すごく意味ありますよ。熱を入れないっていう意味であれば、断熱は一番有効なので。なので、僕らも屋根に関しては、屋根とか天井は300ミリ断熱します。ただ、日射遮蔽とセットじゃないと意味はないですよっていう形になりますね。断熱と日射のそれぞれの役割なんですが、先ほども言いましたけど、熱を逃がさないっていうことですので、夏はもう入った熱も逃がさないという形になります。で、日射遮蔽、イーター AC って言うんですけど、こういった形に定義されてますけど、この窓から直接侵入する日射の熱と屋根、天井、外壁など窓以外の日射の影響で熱伝導による侵入する熱を評価した指標となってます。この2つがあるっていうのがちょっと覚えててほしいです。断熱と日射遮蔽で役割が違うんですね。役割が違いますので、それは、はい、全く別の形で考えた方がいいです。
窓の設計ってそんなに重要なんですか？めちゃくちゃ重要です。冬場もすごく大事ですし、もう夏場も重要なので、夏はもう太陽高度が高いので、夏至の時期、大阪、大体ですけど 78.8 度と言われています。これ、結構軒とか日差しでやりやすいんですよね。ただ、お盆とか、その辺になってくると太陽高度が低くなるので、ちょっと何かではやらないとダメです。でも、東と西はね、日差しだけでは無理です。夕日、綺麗な夕日も見ますけど、綺麗な朝日も見ますけど、やっぱり太陽高度が低いので、家の中入ってきますので、これは断熱性の関係なく暑くなってきますので、ちゃんと、窓のところをやろうという形ですね。西日って暑いですもんね。暑いですよ。ちょっとね、もう昔からもう西日のことはよく言われますけど、ちょっともう暑いですよね。西日対策、東側もそうなんですけど、朝日の対策もしないとダメですけど、できることなら東西の窓をちょっとちっちゃくするとか、あとはもう、でもね、何のためにやるって借景が良ければそっち側に窓を開けますので、その時はやっぱり夏場であれば、すだれや外付けブラインドを最初からやるような形がいいと思います。あと、今はね、遮熱のタイプっていうのもあるので、そういったやつも使えばいいかなという感じです。なので僕らはよくやるのは、南面は日射取得のガラスですよと。で、東西北面は遮熱タイプのガラスを入れるというのが、基本的なルールでやってます。ちょっと場所によってね、違うこともあるんですけど、その時はその時になりますので。断熱が逆に悪いことってあるんですか？ここに書いてある通り、昼間に入った熱が夜になっても抜けないんですよね。自然温度差っていうのを断熱をよくやってる会社さんやったら皆さん計算するんですけどね。自然温度差って何かというと、例えばのお話ですけど、家の中と外気温の差なんですが、何もしなくても何度上がりますかっていう話なんですよ。冬場0度、外が0度の時に家の中が何もしない、暖房もつけなくて8度まで上がりますよというのであれば、自然温度差は8度なんですよね。これ夏も同じことが言えるので、日射熱とか、あと、いわゆる太陽熱と、あと人体、人間の体であったり、家の中に冷蔵庫とか家電とか、そういう室内の発生熱を合わせて考えるんですけどね。それを自然温度差と言います。で、これが高いので、例えば、外が30度やったら、ほっとくと38度になるということです。0度が8度のお湯打ちでは、30度が38度になるということなので。理想はね、パッシブデザインです。どういう考え方ですか？夏は何かで遮るっていう形で、冬は取り込むっていう、この自然の力を使おうということのが一番の考え方ですよね。で、この自然の日射制御って書いてますが、こちらも軒、日差し、すだれ、外付けブラインド、落葉樹の木を使いましょうとかね。窓のところによくやってますよね。夏になったらツタ系のヘチマとかなんかいろんなものがあると思いますけど、そんなで日射遮蔽するとか。で、あと、自然換気ですよね。ちょっと最近の暑さではもう無理なんかなっていう感じはしますけど、9月、10月ぐらいに入ると、外気がね、涼しくなった夜間のタイミングで窓が開けると家が通風できている。そんな感じになると、冷房いらないのでね。はい。で、あと断熱性能を上げて、冷房の、言ったらエネルギーを少なくする。こういう形ですよね。もう建てた人はどうすればいいんですかね？本当なんとも言えないですけどとりあえずおすすめとしてはやっぱり窓から入る熱をなんとかしたら方がいいかなっていう感じです。外付けブラインド、吉津すだれですよね。カーテンじゃダメなんですかね？カーテンではダメですね残念ながら窓の中ですからね、やっぱり当たってそこから熱が発熱しますので、カーテンではちょっとしんどいです。ハニカムブラインドだけは有効です。あれ結構中ですけど結構有効ですね。はい。で、あとはもう抜本的にちょっとね、やると思うと、リフォームで、天井とか屋根の断熱をやるだけでも、2階の暑さはだいぶとマシになります。輻射熱なので、どうしても降りてきますので、熱がね。それを止めるのは、もう断熱材しかないと思います。
家を建てるときに気をつけた方がいいことはありますか？ありますね。本当夏場っていうのは日射遮蔽がそのプランの中でちゃんと入っているか、どういう遮蔽するのかっていうのをちゃんと話しておくべきです。熱のガラスを使ってますよとか、あと外付けブラインドをやりますよという形がいいと思います。検討しますは絶対ダメです。はい。で、あと西側とか東側の窓の考え方っていうのもちょっと惹かれた方がいいと思います。で、夏のヒーター AC ですよね。こちらをちゃんと理解してやってはるのかなっていうのも気にして計算してる方と気にしないで計算する。確認申請でもこのヒーター AC 必要になってますので、そのまま何も思わず計算してるっていうのはちょっと違いますので。もし今の質問に答えられなかったらどうですかね？やめてた方がいいに違います。先ほどみたいに後悔すると思いますので、この辺はちゃんと確認を取られた方がいいと思います。先ほどから出ている E 対 AC 値って何なんですか？夏場の熱の入る量ですね。で、これ一応今現在ですよ。今現在の大阪で基準となっているのは6地域は 2.8 なんですよ。で、ちょっとこれはあまりにもすごく日射入っているような感じです。で、数値の見方は0に近づけば日射が遮る能力高いと思ってください。できたらもう 1.5 以下にしたいですね。できれば1前後っていうのが一番いいです。この値を、計算はみんなしてると思うんですよ。その意味が分かって計算してるかどうかなんですよね。ちゃんともうちょっと下げるのにはどうしたらいいのかなとか、例えば 1.5 ぐらいのやつを 1.0 にしたいんやけどどうしようかなって思った時に、そのね、お客さんにプレゼンする前にここはすだれをできるようなすだれ服つけときましょうかとか、あとシェードをやりましょうかとか、そんな形のことをちょっと気にしてもらえるとね、ありがたいですよね。じゃあ最後に、今日の話をまとめていただけますか？断熱性能が高くても日射遮蔽がなければ夏は暑くなります。もうこれはもう当然なので、断熱の家なので。で、東西ですよね。西側と東側の窓は何か対策が必要なので、それは設計の時にちゃんとやっておくということです。で、高断熱っていうのは熱を閉じ込めるっていうのも側面もありますので、日射遮蔽、熱を入れないっていうね、夏場は熱を入れないっていうのは大事なので、で、E 対 AC のことをちゃんと理解してる設計者なのか、会社なのかっていうのが大事ですよね。で、こういうことをちゃんとやらないと、エアコンだけではもう無理ですよ。暑いのは抜けないと思いますので、こういうのを気にされた方がいいと思います。すべては最初の会社、設計者選びっていうのに決まってしまうと思いますので、その辺は、本当に夏の暑さとかいうのが、このね、会社さん大丈夫なのかな、この設計者さん大丈夫なのかなって思って、話するといいんじゃないかなと思います。はい。いや、今日の話を知らないと、ちょっと後で後悔しそうですね。ですね。そういった方、よく連絡ありますけど、後からどうしようもできないんですよね。僕の場合、新住居の理事もやってるので、いろんな方のそういったお話、毎年のようにあります。でも、どうにもできないです。すいません。夏場のことを本当に関西ね、大阪、京都、神戸、奈良、どこも暑いです。正直僕らが施工する範囲で暑いので、快適に暮らそうと思うと、断熱と日射遮蔽はセットで考えてください。で、ここ3つ書いてますけど、日射遮蔽すること、E 対 AC の計算ですね、ちゃんと確認すること、パッシブデザインになってるかどうかっていうのも確認したらいいかなと思います。よくわかりました。ありがとうございました。この動画が良かったら、高評価とグッドボタンをお願いいたします。またチャンネル登録もお願いいたします。で、コメントの方もね、出してもらえるとすごく励みになりますので、よろしくお願いいたします。